はい、ホルモンしまったチャンネルのぶっちゃしばです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。初めての方は初めまして。いつもは、一つの豚の部位をさばいていくんですけど、今回はつなぎとか、地域によっては吊るしって言われるようなタンから一通りつながった状態の部位をさばいていこうと思います。でさらに今回は、赤物って言われるレバーとかフワも、ついた状態のものを、仕入れてきたので、一通り全部まとめてさばいていこうと思います。通常うちのお店では、この取り方はしないんですけど、今回は、スタッフの勉強も兼ねて一通りまとめてさばいていこうと思います。普段焼肉屋さんで出てくる、メニューが、豚1頭から、どれぐらいの量取れるのか、その辺も見れたら面白いかなと思ってます。さらにこれから焼肉屋さんとかホルモン屋さん始める方が、どんな、仕入れのスタイルとかが、お店に合ってるのか、その辺がもし少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは早速やっていこうと思います。これが今つなぎっていう全部つながってる状態です。はい、ここが豚のタンです。でこっちがタンの先っぽで、こっちがタンの根元の方で、上タンって言われる部分です。でこの裏側、こっちがタン下って言われる部分です。でこのままつながって、ここのちょっと膨らんだ部分、ここが、喉仏の部分で、ドーナツとか、軟骨とかで出てくる部分で、ここの白い部分が、上軟骨とか、喉笛、靴べらとかって言われるような部分で、軟骨よりちょっと柔らかいです。でこの喉仏からつながるように白っぽい管とちょっとピンクっぽい管が出てます。こっちの白っぽい管が気管、輪っかとか牛の場合ウルテとかって言われるような部分です。軟骨に混ざって出てくることもあります。でこっちの並行して走ってる方が、食道で歯筋とか、ネクタイとかって言われるような部位です。でこの食道がこういう風に走ってここで切れてるんですけど、この先にガツがついてます。消化器系は、ここの初めの段階で切り取られちゃってるんで、ガツはついてません。さっきのこの気管ですね、気管の先に、肺です。肺がついてます。こんな感じで両側に肺がついてます。フワとかバサとかプギって言われるような部分で、この気管から中に気管支って感じで、細い軟骨みたいなのが入ってます。食感はかなりマシュマロみたいな柔らかい食感してます。はい、でこれが豚の心臓、ハツですね。ハツ、こんな感じで、この心臓から1本また白い管が出てます。心臓から出てる管がこれがタケノコとかコリコリって言われる動脈部分、気管に似てるんですけど、こっちの方が柔らかいです。でこの白い膜、これが横隔膜。この両サイドについてるちょっと細長い部分が豚のハラミです。こっち側とこっち側についてます。でもう1セットこっちにちょっと肉厚な部分がついてるんですけど、これがサガリ部分。サガリ、豚の場合はちっちゃいんでハラミとサガリ区別せずにそのままハラミとして売ってるお店が多いです。こっちの方がちょっと肉厚で硬い、こっちの方がハラミの方が柔らかいです。はい、で最後、肝臓の部分です。でこれがレバー、こんな感じで4房に分かれてます。でここの、真ん中についてるちょっとナスみたいな形のこれが反応です。普段商品化されてくるときは、これは基本ついてないです。これ破っちゃうともうこのレバーが商品化できなくなっちゃうので、かなり苦い液が入ってます。それでは早速さばいていきます。まずは
各部位を分割していきます。今回は全体の分割やカットの流れを解説するので、血抜きや洗いの作業は入っていません。詳しい各部位の仕込みや焼き方の説明は今後投稿していくので、そちらをご覧ください。タン部分から分割していきます。タンの裏側のタン下とドーナツの間に包丁を入れてタンに沿って分割します。分割したタンはこんな感じです。次はドーナツと上軟骨の部分を分割していきます。ドーナツとチキンの間に包丁を入れて少し剥いて輪っか部分で分割します。ドーナツとタンの間に U 字の骨があるので、それも取り除きます。この骨の周りのお肉も旨味があって美味しいので、時間があれば剥がしてみてください。通常お店で提供するときはドーナツはラップで形成して冷凍してから薄切りにカットするのですが、今回は動画の都合上そのままいきます。続いて輪っかに沿ってついているチキンを剥がしていきます。包丁で輪っかとチキンの間の膜を切るように進めると切りやすいです。左手でチキンを引っ張って右手の包丁を動かします。タケノコとも膜でつながっているので切り離しましょう。今回勢いでタケノコも切っちゃったので、このまま膜から剥がしていきます。残った部分はハツと一緒に分割します。続いて輪っかを分割していきます。輪っかとフワの上部がつながっているところの間に包丁を入れて膜を切りながら剥がしていきます。この時にフワを傷つけないよう気をつけてカットしていきますが、結構フワの表面は丈夫なので勢いよく進めて大丈夫です。フワの入り口まで来たら輪っかをフワギリギリのところでカットして分割します。続いてフワを分割していきます。フワとハラミ、サガリとつながっている膜から分割します。フワに沿って包丁を入れていくと綺麗にカットできます。左右分けて取ると取りやすいです。フワの分割が終わったらハツを分割していきます。ハツをハラミ、サガリの膜から剥がしていきます。この時もハツギリギリで包丁を入れると切りやすいです。少し残っているタケノコを分割します。今回は勢いよくタケノコを切ってしまいましたが、通常このハツの部分からタケノコの筒部分もつながった状態で分割できます。次はレバーについている胆のうを切り取ります。この時胆のうを破らないように注意してください。胆のうが破れるとレバーが商品化できないので慎重に処理しましょう。邪魔者扱いされている胆のうですが、胃腸薬の原料などに使われている超重要な部位です。一回どんな匂いがするのか気になって破いて嗅いでみましたが、生臭い薬の匂いがしました。もし気になる方がいれば袋などに入れて嗅ぐなどして処理がしやすいようにしましょう。レバーの周りの余分な膜も処理していきます。最後にレバーとハラミ、サガリを分割します。その後肉厚なサガリ部分を2つ分割し、サガリについた余分な油をカットしていきます。最後に細長いハラミの部分を2本処理していきます。アウトラインに沿うように包丁を入れて左手で膜を引っ張ってカットして処理していきます。以上で各部位の分割は終了です。分割した各部位はこんな感じです。これからこの各部位を食べやすいようにカットしていこうと思います。それではまずはタンからカットしていきます。タンを裏返してタン下の処理をします。タンの裏についた筋のような部分を包丁できれいにカットします。以前の動画ではタンをそのまま薄くカットしていきましたが、今回はタンを4センチくらいの幅でカットして向きを変えて8ミリくらいの薄さでカットしていきます。少し歯ごたえがあるのでお好みで包丁を入れてもいいです。カットの仕方に決まりはないので、食べやすさ、焼きやすさ、味の馴染みやすさなどを考えて工夫してみてください。次はドーナツの先端のくちばしみたいな上軟骨部分を外します。膜でつながっているだけなので包丁を隙間に入れて切り取ります。余分な筋や膜は処理して食べやすいように2等分にカットします。次にドーナツをカットしていきます。ドーナツは生の状態だと表面が柔らかいのですが、軟骨部分は硬く均等にカットがしづらいです。通常はラップで形成して形を整えてから冷凍して薄くカットしますが、今回はそのまま厚めにカットして包丁で叩いて食べやすくします。ラップで形成するドーナツの仕込み方は今後動画にしていくので、そちらをご覧ください。続いてチキンをカットしていきます。チキンはまず筒状になっているので包丁を入れて開いていきます。そうすると中に白い部分があるので、この部分は硬いので手と包丁を使って白い部分を剥がしていきます。余分な膜や筋がついていればそちらも処理します。チキンはガツにつながっている部分で味はガツに似ていて癖もなく食べやすいのですが、歯ごたえがある部位なので両面包丁を入れていきます。あとは食べやすいように5センチ幅くらいでカットしていきます。次はタケノコをカットしていきます。
今回途中で切れちゃったんですけど、初側についていた方が肉厚で歯ごたえがあります。余分な膜や筋を処理して開いていきます。牛の場合は肉厚でより硬いので、筒状の部分も全て開いて包丁を入れますが、豚の場合筒状の方はそのままでも大丈夫です。筒についている黒っぽい血の塊のような部分は取り除きますが、うちでは適度に油を残して5センチくらいに斜めにカットしています。淡白な部位なので、この油があると焼いた時にとても美味しいです。もし油が気になる方は綺麗な布巾などで剥いて処理してください。肉厚な方は包丁を全体に入れて食べやすい大きさにカットしていきます。次は輪っか部分をカットしていきます。周りの余分な膜を取り除き3センチくらいにカットしていきます。もし食べづらい方は開いて少し叩いてあげてもいいです。お店によっては至近と輪っかをつなげたまま一緒にカットするお店もあるので、もしよかったら工夫していろいろ試してみてください。次はハツのカットです。周りの余分な油をカットしていきます。硬い軟骨のような部分がついていたりするので確認して処理してください。処理が終わったら使いたい大きさをイメージして削取りしていきます。薄い部分と厚い部分があるので、その境目を狙って削取りするとカットしやすいです。お店によってはハツの薄い部分をタケノコに混ぜて提供したりもします。今回は全てハツとしてカットしていきます。次はフワのカットです。フワも余分な膜や筋を取って食べやすいようにカットしていきます。フワは繊維がある部分ではないので、切る方向はあまり気にしなくていいですが、太い気管が通っている部分は気管を断ち切るようにカットすると食べやすいです。お店によっては皮を剥いたり気管を取ったりするとこもありますが、ついたままでも食感が楽しめるのでおすすめです。次はハラミ下がり部分をカットしていきます。周りの余分な膜を処理して食べやすい大きさにカットしていきます。お店によっては膜をつけたまま提供するお店もあるので、いろいろ好みを試してみましょう。今回は処分しましたが、ハラミの周りの膜を煮込んだり焼いても美味しいので、ぜひ試してみてください。最後にレバーのカットをしていきます。まずは作業しやすいように房の根元で4つに分けてカットしていきます。房の分割が終わったらレバーの中に通っている血管を抜いていきます。牛のレバーの血管とは違い、豚のレバーの血管は手で簡単に抜くことができます。指で探るように血管を手繰っていくとうまく血管を抜くことができます。慣れるとどんな風に血管が通っているかイメージができます。慣れないと少し難しいですが、チャレンジしてみてください。血管の処理が終わったらカットしやすいように削取りしてカットしていきます。豚のレバーは牛のレバーと違い、皮が薄いので皮の処理はせずにカットして大丈夫です。以上でつなぎの分割からカットの仕方です。カットしたお肉を全てお皿に盛り付けてみました。今回赤物付きでつなぎを仕入れたので、レバーとフワが特に量が多いですね。上軟骨は1頭から2切れしか取れませんでした。赤物付きで仕入れる場合はレバーフワを焼く以外でのメニューも考えた方が良さそうです。はい、本日の動画は以上です。つなぎの分割からカットまでいかがだったでしょうか。実は誰にでも簡単に仕込むことできるので、ぜひ試してみてください。自分たちは群馬県の前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。これからもホルモンの仕込みや焼き方などいろいろ動画にしていくので、もしよかったらこれからもご覧になってください。もしこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。